こんにちは、インドカレー主婦です。今日は1年間で春の今だけ食べられる旬の菜の花のドライカレーを作ります。どうぞごゆっくりしていってくださいね。まずは水で洗った菜の花をカットします。茎の部分は 1.5 センチくらいの厚さで斜めにカットし、葉やつぼみの部分は3等分でざっくりカットします。4、5人分の分量で約 500g の菜の花を使用しています。カットし終えるとこんなにたくさんありますが、炒めるとこの3分の1ほどにかさは減るのでたっぷり使用しています。そしてカットする前にも水洗いしていますが、つぼみや葉の付け根の隙間に挟まった汚れや砂は意外としぶとく残っているので、カット後にもう一度よく水洗いをしています。これで菜の花の下ごしらえは終わりです。フライパンにいつものカレーよりも多めで油大さじ3を入れ温めます。油が温まったらクミンシード小さじ1、マスタードシード小さじ1を加えます。2、30秒スパイスを炒め、香りが出てきたらみじん切りした玉ねぎ中サイズ1個を加えて強火で炒めます。4、5分炒めると玉ねぎがブラウンカラーになってくるので、次にみじん切りしたニンニク3個と同量の生姜、スライス切りした青唐辛子2本を加えて1分ほど炒めます。続いてターメリックパウダー小さじ1/2、コリアンダーパウダー小さじ2、チリパウダー小さじ1を加えてやや弱火で炒めます。鍋肌にパウダースパイスが張り付く場合は少量の水を加えながら炒めてくださいね。2、3分炒めてご覧のように玉ねぎとスパイスが一体になってきたら塩小さじ1を加え全体をよく混ぜます。こんな感じの見た目になったら玉ねぎ炒めは完了です。私もインドカレー作り当初は炒める時間を計るよりも人が作っているのを見て見た目の色や状態で炒め具合を判断していましたよ。ご参考になれば幸いです。最後のステップです。最初にカットした菜の花を加えます。最初はフライパンにあふれるほどいっぱいですが、蓋をして弱火で蒸し焼きし、かさを減らしてから全体を混ぜます。蒸されて菜の花のボリュームが少し減ってきたところで、蓋を開けて全体を混ぜると混ぜやすいです。全体が混ざったらまた蓋をし、弱火よりの中火でもう4、5分蒸し焼きします。ここで蒸し焼きする時の火力が弱火に近いというところがポイントです。弱い火力で蒸し焼きすると、菜の花から出てくる水分をうまく調理に活かせますが、火力が強すぎると焦げてしまって、うまく全体に火が通りません。そこだけ気をつければ、とっても簡単に作れますよ。菜の花の芯の部分がくたっとし、火が通ったら、最後の仕上げは、強火にしてよく混ぜながら炒め、一気に水分を飛ばします。水分がほとんどフライパンからなくなったら、仕上げにガラムマサラ、小さじ1/2を加え、よく混ぜます。30秒ほど炒めたら、最後に味見をします。味が薄い場合は塩を加えて調整してくださいね。そうしたら、菜の花のサブジは完成です。音声はここまでになります。最後の美味しい瞬間は映像でお楽しみください。ありがとうございました。